こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はFreeCAD 1.0 基本的操作法第17回ドラフトワークベンチ9回をお送りします。内容はレイヤー、グループ、コンストラクションモードについて解説します。最初にレイヤーの管理、Add a new name とグループに移動、グループを選択コマンドについて説明します。ドラフトワークベンチにおけるレイヤーの概念について解説します。ドラフトワークベンチではオブジェクトにレイヤーという属性を付与することでグループ分けのような形でオブジェクトを管理します。これは厳密なレイヤー分けというよりもオブジェクトの属性としてレイヤー情報を持たせ表示、非表示の切り替えや選択の際のフィルタリングに役立てることができます。レイヤーの管理ボタンを押すと SAS のようなレイヤーマネージャーが表示されます。ここではレイヤーの新規作成、削除、すべて選択、レイヤー別のオン、オフの切り替えなどを設定することができます。また、線の色、印刷時の線の色をクリックすると色を選択する画面が表示され、各レイヤーに得意な色を設定することができます。そして設定後に OK を押すと、作成された名前のレイヤーがモデルパネルに表示されます。左の図は作成したレイヤー01より03までを示しています。この状態では、まだ各レイヤーには何も配置されていません。これらのレイヤーに円、楕円、B スプラインをドラッグ&ドロップで配置したのが真ん中の図となります。オブジェクトがレイヤーに配置されると、レイヤーマネージャーで設定した線の色に自動的に各オブジェクトが表示されます。右の図はレイヤー01とレイヤー03をクリックし非表示とした図となります。グループ機能は複数のオブジェクトをまとめて管理し、整理するために使用されます。ドラフトワークベンチのグループ機能の主な特徴と利点を以下に述べます。グループ機能はオブジェクトの整理に活用されます。複数の図形要素線、円、寸法などを一つのグループにまとめることで、複雑な図面を整理し、管理しやすくします。またオブジェクトの一括操作にも活用されます。グループ化されたオブジェクトは、一つのまとまりとして移動、回転、コピーなどの操作が可能です。これにより、複数のオブジェクトを個別に操作する手間を省き、効率的な編集が可能になります。視覚的な管理についてもグループを使用すると便利です。グループは、FreeCADのツリービューで階層的に表示され、どのオブジェクトがどのグループに属しているかを視覚的に確認できます。グループごとに表示、非表示を切り替えることができ、作業効率を向上させることが可能です。グループ機能の活用例を示します。グループでは、レイヤーのような管理が可能です。図面内の要素を種類や用途ごとにグループ化し、レイヤーのように管理できます。複雑な図形の管理も可能となります。複数の要素で構成される複雑な図形をグループ化し、一つのまとまりとして扱えます。また注釈や寸法の管理においても便利な利用ができます。グループを使用することで注釈や寸法をグループ化し、図面の見やすさを向上させることができます。&ニューネームとグループボタンについて説明します。最初にモデルを選択します。そして&ニューネームとグループボタンをクリックします。すると、グループ名を入力する表示が出ますので、適切な名前を入力し OK ボタンを押します。すると、モデルに、先ほど設定した名前でグループフォルダーが表示されます。グループに移動ボタンについて操作を説明します。最初に移動させたいオブジェクトをマウスでクリックし、選択します。次にグループに移動ボタンをクリックすると、移動先のグループ名が表示されますので、希望するグループでクリックします。すると右図のように、選択されたオブジェクトは、指定したグループに移動されます。グループを選択ボタンは、選択したグループ内のオブジェクトを一括して選択状態にするものです。このボタンの操作は、最初にモデルパネルで、グループを選択し、このボタンをクリックするとグループ内のオブジェクトが選択されます。レイヤーとグループの使い分けのポイントについて説明します。視覚的な整理や表示、非表示の切り替えにはレイヤーを使用すると良いでしょう。またオブジェクトのまとまりを管理したり、まとめて操作したりするのは、グループを使用するのが便利です。レイヤーとグループの両方の機能を組み合わせることで、
より複雑なモデルを効果的に管理することができます。今回は、ドラフトワークベンチのレイヤーの管理、add a new name とグループに移動、グループを選択コマンドについて説明します。最初は、レイヤーの管理について見ていきましょう。レイヤーは透明な紙の上に図形を描いていくイメージと思ってください。目的に応じてレイヤーを選択し、図形を配置すると、整理して管理することができます。それでは、レイヤーの管理ボタンを押してみましょう。すると、このようなダイアログが表示されます。ここで新しいレイヤーを追加することができます。新規作成をクリックしてみます。すると新しいレイヤーが追加されました。ここで、レイヤーの名前を、レイヤー01に変更します。ここで、線の色や印刷時の色、表示、非表示などを選択することができます。もう2つ、レイヤーを作成してみましょう。このレイヤーをレイヤー02に変更します。そして、こちらのレイヤーは、レイヤー03とします。レイヤー02の線の色を赤に設定します。そして、レイヤー03の線の色をブルーに設定しましょう。そして、OK を押します。すると、モデルにレイヤー001が追加されているのがわかります。これを展開すると、レイヤー01から、レイヤー03までが表示されます。それでは、これらのレイヤーに図形を配置していきましょう。サークルはレイヤー01に配置します。こちらのサークルもレイヤー01に配置します。次に、ポリゴンはレイヤー02に配置します。楕円はレイヤー03に配置しましょう。すると、このように各レイヤーで設定した線の色に仕分けされて表示されます。次に、レイヤーごとに表示非表示を切り替えてみましょう。例えば、レイヤー01、02を選択して非表示にしてみます。すると、レイヤー03だけが表示されている画面となります。また、レイヤーのルートの001をクリックすると、レイヤー全体が非表示と表示を切り替えることができます。このようにレイヤーを使用すると、目的別の画面を表示し、編集を効率化することができます。次にグループの追加と、グループ移動、グループ選択を説明します。最初にグループの追加 add a new name とグループについて説明します。このボタンを押すと、このようなパネルが表示されます。ここで、グループの名前を入力して、OK ボタンを押します。ここでは、グループ1として登録します。するとモデルにグループ1が追加されました。もう一つグループを作ってみましょう。今度はグループ2として登録します。すると、このようにグループ2が追加されました。このフォルダーには今、何も入っていませんが、こちらのワイヤーと B スプラインをこの中に移動してみましょう。すると、グループ1を展開すると、ワイヤーと B スプラインが移動されていることが確認できます。次に、ワイヤー001を選択して、グループに移動ボタンを押してみます。このボタンを押すと移動候補が表示されますので、グループ2を選択してみます。するとレイヤー001は、グループ2に配置されます。このようにグループを使用して、オブジェクトを整理することができます。グループ1をクリックすると、このようにワイヤーと B スプラインが非表示となります。グループ2をクリックしてみます。今度はグループ1をクリックして表示させます。このように、グループを使用して、
グループ内のオブジェクト表示の制御を行うことができます。次にグループを選択ボタンですが、はじめにグループ1を選択してクリックするとグループ内のオブジェクトが選択状態となります。グループ2についても行ってみましょう。するとこのようにグループ内のオブジェクトが選択されました。このようにグループを選択。ボタンはグループ内のオブジェクトをまとめて選択するために使用します。次にコンストラクションモードの利用について見ていきましょう。コンストラクションモードのオン、オフは画面中央のコンストラクションモード切り替えボタンを使用して行います。また新たにコンストラクショングループを作成するには、Add to Construction グループボタンを使用して行います。ドラフト Add Construction コマンドは、ドラフト構築グループにオブジェクトを追加します。また、構築ジオメトリーの色をオブジェクトに適用します。コンストラクションモードは、スケッチを作成する際に、実際のモデル作成には使用しない補助線や点を作成するための機能です。このモードを使用することで、正確なスケッチを作成し、複雑な形状を効率的にモデリングすることができます。Add Construction グループコマンドの使用方法について説明します。最初に、一つまたは複数のオブジェクトを選択します。そして Add Construction グループボタンを押します。構築フォルダーが存在しない場合は、構築グループが作成されます。そして選択したオブジェクトが構築グループに追加され、設定した色に変更され表示されます。コンストラクションモードの主な特徴と利点について説明します。コンストラクションモードを利用すると、補助線、補助点の作成や高速への利用、視認性の向上を図ることができます。コンストラクションモードで作成された補助線、補助点は、3D モデルには影響を与えませんが、これらの補助要素は正確な寸法や角度の基準として使用することができます。また、コンストラクションモードの要素も、通常のスケッチ要素と同様に高速を設定できます。これにより、複雑な形状でも正確な位置関係を維持できます。さらに、コンストラクションモードを使用すると視認性の向上を高めることができます。コンストラクションモードの要素は、通常のスケッチ要素と異なる色や線種で表示されるため、区別しやすくなっています。これにより、スケッチの視認性が向上し、編集作業が容易になります。コンストラクションモードの使用例としては、以下のような活用例があります。対象形状の作成においては、中心線や対象軸をコンストラクションモードで作成し、対象高速を使用することで、正確な対象形状を作成することができます。また、複雑な角度の設定も容易に行うことができます。補助線を使用して複雑な角度の基準線を作成し、角度高速を使用することで、正確な角度を設定することが可能です。変更やスプラインの制御においては、補助線を使用して円弧やスプラインの制御点を指定することで滑らかな曲線を作成することが可能となります。今回は、コンストラクションモードの利用について説明していきます。コンストラクションモードは、スケッチ作成時に補助線や参照線として使用される要素を作成するためのモードです。このモードで作成された要素は、最終的な 3D モデルの形状には影響を与えませんが、スケッチの作成や高速の管理を容易にするために役立ちます。こちらのボタンがコンストラクションモードをオンオフするボタンです。今、コンストラクションモードがオフの場合は黒枠で表示されています。この場合、通常の作図が可能です。ここで、このボタンを押すと、コンストラクションモードがオンとなり、紫の枠が表示されます。この状態でラインを描いてみましょう。すると、このようにラインが描かれ、ラインの色は青色で表示されています。また、こちらのモデルには構築フォルダーが作成されているのがわかります。これを展開すると、先ほど描いたラインが追加されています。コンストラクションモードがオンの状態で、さらに図形を追加すると、先ほど作成された構築フォルダーの方に追加されます。このように、今描いたワイヤーは構築フォルダーに追加されています。コンストラクションモードで描かれた図形の色は、メニューより、編集、設定を選択し、
設定することができます。このメニューより抜き勾配の標準を選択し、構築ジオメトリーの色を選択します。コンストラクションモードをオフにするには、もう一度このボタンをクリックします。すると外枠が黒色に変色します。この状態で削除すると、通常の図形として登録されます。このように、図形の線の色は黒となります。モデルを見ると構築フォルダー外に図形が作成されているのがわかります。この図形を構築フォルダーに移動するには、この図形を選択します。そして Add to Construction Group ボタンを押します。すると、このように、選択した図形は、コンストラクショングループに追加されました。そして色が青色に変化していることを確認することができます。作成されたコンストラクションオブジェクトは、このフォルダーをクリックすることによって、表示非表示を切り替えることができます。次に、構築フォルダーがない場合の Add to Construction Group の動作を見ていきましょう。この図形を選択して Add to Construction Group ボタンを押します。するとモデルに構築フォルダーが作成され、その中に今選択した図形が移動します。作成されたコンストラクションオブジェクトを補助線として使用し図形を描いてみましょう。こちらの四角形を補助線として使用します。コンストラクションモードをオフにして、円を描きます。こちらの角に円の中心を配置するようにします。スナップエンドポイントをオンにして、四角形の角にカーソルを合わせます。すると、この四角形の角のポイントを参照して、円の中心とすることができます。次に、このラインに沿って、円を描いていきましょう。こちらのスナップエンドポイントを外して、この場合、スナップニアをオンにします。この状態で円を描いていきます。このように、コンストラクションモードで描いた図形を利用すると、簡単に図形を整列させて描くことができます。